こんにちは、さいとうなおきです。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、線が美しいイラストですよね。光月図さんの作品で、タイトルは冷ややか。ハンサムな少年が少し人を見下ろすような絵を描きたかったが、いつものように自分の作品をよく評価することができなかったので、自分ができたかどうかはわからなかった。修正したい部分は背景、線、影にあります。どのような背景を選ぶかはいつも見当がつかないので、先生にアドバイスしてほしい。私はいつも自分の線が出過ぎていて、画面の全体感を壊しているような気がして、線の色を変えてみても線を溶け込ませることができません。光と影については、他の絵師が光をはっきり表現できる能力が羨ましいので、私もやりたいので先生にお願いします。とのことです。はい。光月図さん、ご応募ありがとうございます。とてもね、美しいタッチでキャラクターが描かれていて、かっこよくて美しいイラストだと思います。で、そうですね。光月図さんが気にされている線が溶け込んでいないっていうのは、僕はそこまでは感じませんでしたね。はい。アップにしてみてもこんな感じです。美しいですよね。むしろね、細かくて繊細に線を捉えられているので、色に馴染みやすい線だとは僕は感じましたね。で、じゃあなんで線が浮いているように感じてしまうのかっていうと、おそらくですね、ご本人も気にされている光の表現が原因かもしれません。このイラストですね、光があんまり意識されていない感じがします。で、線っていうのは要するにですね、影なんです。細い影をですね、線として表現していると考えると、線は影だと捉えることができるんですが、光の影響がないとですね、線の色があまりに一定になってしまいます。他の色を差し置いてね、線だけが一定のマットな色合いになってしまうので、周りの色とは馴染まずに、あれ、線が浮いていると違和感につながってしまうわけです。はい。でも大丈夫です。この動画を見ていただければ、陰影を追加することによってどんな効果が得られるのか、一目瞭然に知っていただけると思います。光月図さんだけではなく、なんか私の絵マットで空気感がなくて線だけが浮いちゃってるんだよなと気になっている方は、その解決方法をね、知っていただけると思います。でね、僕最初に宣言しちゃうんですが、今回はこのキャラクター全くデッサン的な部分を直しません。造形は全く修正せずにですね、色の修正だけ、陰影を追加していくだけで全く違う空気感のあるイラストに変化させちゃいます。結構ね、びっくりすると思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。まずね、早速一部光を追加していっちゃいます。頭のハイライトを追加していきますね。やってみます。はい、こんな感じです。頭にね、ハイライトが乗りました。はい、ちなみにですね、これどうやってこのハイライトを入れたかというと、このね、レイヤーを見てみると、これがですね、キャラクターのレイヤーですね。で、このキャラクターの上にハードライトレイヤーを追加して、はい、ここにね、ハードライトって書いてありますよね。で、この下にですね、クリッピングします。はい、クリッピングの仕方はですね、ここで右クリックして、で、このクリッピングマスクを作成っていう部分を押すとクリッピングできます。で、ここにですね、明るめの色でこういう風に書いていくと、ハイライトが追加できるという仕組みです。で、ただね、ここに色を乗せただけだと、明るすぎた、暗すぎたっていう場合があると思いますので、そういう場合にはですね、コマンド U、色相とサイドのスライダーを出して、で、ここでですね、この明度っていう部分をこういじってあげると、こう明るくしたり暗くしたりすることができますね。これで色を調整してみてください。はい、まだ一部分だけの修正なので、ちょっと色がね、浮いてしまっています。だんだん馴染ませていきますよ。次はこうです。はい、これはですね、ほんのちょっとしたことなんですが、ハイライトの中にも少しこう暗くなっている部分を追加しました。はい、どうしてもですね、明るい2階調だけだとコントラストが強すぎる場合がありますので、ハイライトがね、こう唐突に見える場合には、このように中間調を入れてあげると馴染みが良くなるでしょう。で、さらにですね、質が違う光も追加していきます。はい、直接当たる光ではなくて照り返しの光、
反射光ですね。反射光はキャラクターやモチーフを背後から照らし出して存在をくっきりはっきり浮き立たせる効果があります。物を立体的に照らし出す光と言ってもいいでしょう。反射光がないと立体感が失われてしまってベターっとマットな面に見えてしまうので、なんか色が潰れてるな、平面的な絵だなと思ったら、それは反射光が足りないからだと思ってもいいと思います。で、最後にこの上から若干線を補足します。こうです。はい、どうでしょう。これとこれ、これとこれね、造形は全く修正していません。今僕がやったのは光を追加しただけです。なのに髪の毛の部分が急に立体感を帯びて触れられるようなリアリティが生まれたのがお分かりいただけると思います。はい。でですね、僕は今光を追加するって言いましたが、多分これは自分がどのパターンで絵を描いていくかによって意識する方向がね、若干違ってくると思います。これですね、面白いことに人種によってもその傾向があって、例えばね、日本人や韓国人はどちらかというと光が当たっていることを前提としてベースを描きがちなので、今とは反対にですね、影を追加していくような描き方、考え方が主体になりやすいような気がしています。逆にですね、中国人とかアメリカ人とかはどちらかというと影に沈んでいるようなベースを描いていくことが多いので、その暗いベースのところにね、光を当てていくような考え方が主体になりやすいような感じがしています。なんでしょう、目の色素の問題なんでしょうかね。ちょっと原因はよく分かりませんが、光を追加していくのか、それとも影を追加していくのか、自分のやりやすい方法を試してみてください。さて、今は髪の毛だけにハイライトを入れました。違う部分にも乗せていきましょう。次は服です。やってみます。はい、こんな感じですね。服もさっきと同じ方法でハイライトを乗せていきます。基本的にはね、僕はハードライトレイヤーでハイライトを乗せていくことが多いです。そしてさっきと同じように中間調も若干乗せていきますね。やってみます。はい、これもですね、ほんのちょっとしたことなんですが、この調子があるのとないのとでは服の起伏の伝わりやすさが違いますので、リアリティがですねぐっと高まるんですよね。で、服はですね、髪の毛ほどツヤツヤしてないので、あまり反射光は入れる必要はないです。反射光を強めるとツヤツヤした質感になり、反射光をあまり入れないと布地のようにツルツルしてない質感になります。そういう質感もですね、反射光のあるなしによって描き分けることができますね。ただですね、黒く潰れてしまっている部分に若干反射光を入れてあげるのは効果的です。やってみます。はい、こんな感じです。そして最後、光で飛んでしまった線を補足していきましょう。はい、こんな感じです。はい、今ですね、髪の毛と服の部分、ハイライトを乗せてみました。まだね、全てではないんですが、かなりこれだけでも印象が変わってきたのがお分かりいただけると思います。さて、ここからさらに印象が変わっていきますよ。次は肌色の部分です。肌はね、かなり白く描かれているので、ここについては影の追加と光の追加、両面から攻めていこうと思います。まずは影を追加していきますね。はい、こんな感じ。光が当たっている部分を除いて思い切って影面に落としてみました。光月図さんはですね、例えばこの肩のあたりを見ると、もともとですね、ここが光の面、そしてここが影面という形で、こういう大きな陰影をつけることを意識されていますので、この意識を髪の毛とか、あとは顔とかにも適用できるといいですね。さらにハイライトを追加していきます。はい、明るいハイライトも若干追加しました。そしてここはほんのちょっとなんですが、若干ですね、もうちょっとだけ肌にも反射光を入れると臨場感がアップします。こうです。
はい、わかりますでしょうか。もう本当にこの程度です。この程度うっすら入れましょう。ここについてはですね、ハードライトレイヤーだとちょっと強すぎるので、僕はソフトライトレイヤーでやっていますね。ソフトライトで反射光をほんのちょっとだけ入れてあげる。そうするとキャラクターが背景に馴染むようになります。でですね、陰影を追加すると絵全体のコントラストが上がるので、今手を入れていない顔の印象がですね、ちょっとぼやけてはっきりとしなくなる場合があります。そういった場合には目元口元にも陰影をちょっと追加して顔立ちをはっきりさせるのが効果的です。まずは目元からやってみますね。はい、こんな感じです。この差、陰影を追加するように、あるいはね、化粧をしてあげるように、目元のね、印象を強めてあげましょう。はい、ちなみにですね、影をのせるときには、定山レイヤーで色をのせてあげるといいですね。同じく口元についても、陰影や赤みを若干追加していきましょう。はい、こんな感じです。どうでしょう。目鼻立ちがくっきりはっきりして、キャラクターの印象もぐっと引き立ったのがお分かりいただけると思います。あとはこんなのもありです。はい、これはもうおなじみですね。肌色の光と影の部分に赤みをさしてあげます。そうすると正気が宿ったような感じがしますよね。でですね、僕は結構やりがちなんですが、好みによってはこんなのもありでしょうか。はい、ちょっとですね、理屈としてはおかしいんですが、肌色以外の部分にも若干このように赤みをさしてあげてですね、はい、髪の毛の部分にもこんな風に赤みをさしております。こうすることによってですね、若干の派手さが演出できます。で、ちょっと違うでしょ。このですね、影面に赤みがさす現象って肌の中の血の色が影響してのことなので、理屈としてはね、この服の部分とか髪の毛の部分に赤みがさすっていうのはちょっとおかしいんですが、僕はこういうところにも赤みをさしてあげることが結構好きなので、ついね、やっちゃいます。なんかこうおしゃれ感が出ますよね。はい、気に入ったらね、真似してもいいですよ。で、最後背景なんですが、背景はですね、迷ったらもう空描いちゃいましょう。こんな感じで。はい、空を追加しました。これですね、色が苦手な人とか、あとは背景に何を描くか迷っちゃう人には言えますが、もうね、空を描けばいいんですよ。とにかく空ってですね、時間帯とか日によって全く表情が変わりますし、何よりいいのが空って一つも汚い色がないんですよね。朝昼晩、晴れの日も曇りの日も雨の日も、もういつ見ても綺麗。しかもいつだって皆さん空見上げることができるでしょう。すぐそばに資料があるわけです。しかもさらにいいことに、自分が住んでいる地域によって結構ね、空の色彩とか表情全く違います。つまりあなたがパッと見上げた空を描けば、それはそのままあなたのオリジナリティに直結しちゃいますね。素敵でしょ。背景に迷ったら、そして色の個性に迷ったら、今すぐね、空を見上げてください。そしてその空を描いてください。それがね、あなたのオリジナリティになります。はい、今回の添削は以上となります。並べて比較してみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。全くね、キャラクターの造形変えていないのに印象ガラッと変わったでしょ。すごくないですか。はい、今回はですね、キャラクターの造形を全く変えずに陰影だけで添削をしてきました。いかがだったでしょうか。陰影だけでね、そんなに印象変わるの、どうせちょっとした変化なんでしょなんて思った人、これびっくりしましたよね。はい、こんなにですね、空気感が一変しちゃうんですよ。これやばくないですか。陰影の大事さ、色の大事さが伝わった動画になったと思います。はい、それとですね、もし今回の動画を見て陰影の付け方あんまりわかんない、どう考えてどうやって影をつけたらいいの、光を追加したらいいのと悩むようであれば、こちらの動画を参考にしてみるのもいいと思います。イラスト簡単な影の付け方5選ですね。簡単に見栄えをアップできる陰影の付け方を5つ紹介した内容になっております。こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。